というわけで皆さんこんにちは、こんばんは、高山です。今回は自作 PC を合計13年間作ってきて累計20台以上のノート PC を買ったり壊したりしてきた僕が今年マジでおすすめしたいノートパソコンベスト5を紹介します。今回の選考基準は主にコスパとデザイン性を重視した合計5つの項目で評価しています。あとね、後半に番外編として5位以下の尖った変態性能を持つ PC も紹介するので最後までぜひ見ていってください。それでは行きましょう。第5位は HP の ENVY-X360 ウッドエディションになります。この機種はデザイン性が非常に優れていることと意外と安い価格設定でランクインしました。僕もね、この X360 シリーズはブラックを所持していたんですけども、本当に薄くてかっこいいんですよ。厚みは 16mm しかありません。普通ね、このレベルの薄さの PC は底面が曲線を描いていたりするので持ってみると意外と分厚かったりするんですが、この X360 は裏がすんごい角張っているので見た目以上に持った時に薄さを感じます。これは全 PC でナンバーワンレベルです。そしてなんといってもこのパームレストです。こいつは木の見た目を再現しているんじゃなくてガチの天然の木をぶち込んでいます。まさかの天然木材。こんな見た目にこだわったノートパソコンは他にないでしょ。もう使わずに飾りたいですよね。スペックもねバッチリなんですよ。スコア7000程度のビジネス利用ではむしろ余るぐらいの性能である Ryzen3500U を備えています。メモリもデュアルチャンネルで 8GB 搭載で、ストレージも M.2 SSD256GB で超高速です。あとね、タッチパネルにも対応しているので液晶は 13.3 インチの光沢液晶となり、ひっくり返しても使える 2-in-1 タイプとなります。これだけの機能を備えているのに重量は 1.2kg ほどなので持ち運びにも問題はない重さです。そしてこれだけの優秀な性能を有しているのにお値段はなんと8万円切り。デザインを考慮すると普通に安いですよね。もうね、この動画作ってるタイミングで僕もテンション上がっちゃってポチりかけたんですが、忘れてはいけない最大の欠点がこの PC にはあるんです。それがね、前の動画でも紹介した HP の弱点、ホーム、エンド、ページボタンがなぜかキーボード右側に配置されている謎仕様です。これの仕様がクソすぎて扱いやすさ評価を1にしています。ダメです。これはバックスペースとかエンターの感覚でこれらのボタンを絶対に押します。慣れません。ということでめっちゃ惜しいんですが、キーボードのせいで合計得点16点という評価にしました。デザインはね最高にかっこいいんですが惜しい。中華 PC のね T クラストのノート PC とかもこのクソキーボードなんですが、こういうねキーボードの形にそもそも慣れている方ならデメリットにはならないので、余裕でランキング1位になれる可能性を秘めたノートパソコンだと思います。第4位は富士通のライフブック UH WU2 となります。これはね、メーカー直販では UH じゃなくて WU2 というモデル名になります。このノートパソコンのすごいところは最軽量構成で 634g しかないってことです。あまりにも軽すぎる。さっき紹介した薄くて軽い HP のノートパソコンの半分ぐらいしかないんですよ。異次元ですよね。一応ね、最軽量モデルは価格がちょっとだけ上がります。ノーマルモデルだと約 750g になります。実は僕もね、この 750g の方のモデルを持っているんですが、実測で 753g でした。これでも十分に軽いですよね。こんな尖った特徴を持ってる PC 他にないですよ。サイズもね、ディスプレイが 13.3 インチで本体の厚みは 16mm と非常に持ち運びに適しています。薄型のカバンにねすっぽり入るサイズですし、何よりびっくりするぐらい軽いのでカバンに入っているかわからないレベルです。これはね、あえて休日にパソコンを持ち歩きたい人におすすめしたいです。何時間歩いても負担になりませんからね。使う予定がなくてもとりあえずカバンに入れられますよね。スペックも幅広く選択することができますが、真ん中ぐらいの性能にするとメモリは 8GB でデュアルチャンネル、 CPU はスコア1万ぐらいで余るぐらいの性能、ストレージも M.2 SSD の 256GB で必要十分で速度は爆速です。と今までいいことばっかり紹介してきましたが、デメリットももちろんあります。まずね、この PC は軽すぎて使ってる時に吹っ飛びます。ちょっと手が当たったりタイピングしてて力が入ったりすると滑ったりします。軽すぎて本体が動くんですよね。まさかのメリットがデメリットにも転じるとってももったいない弱点。そしてこの滑ることと軽量化があだとなって液晶がねよく割れます。マジでヤフオクとか見ると液晶割れの UH シリーズが死ぬほど出てきます。こんなに液晶って割れるもんなんってぐらい事例が垣間見えます。滑って落としたり、そもそもペラペラなせいで折っちゃったりするんでしょうね。これはね、僕も実際に買って触って怖いなぁと実感した部分です。
確かに本体は軽さを求めすぎてペラッペラだし、柔らかくてベコンベコンです。こんなの液晶割れますよ。ということでね、ガサツな人には向いていないので、扱いやすさの評価をちょっと下げています。そしてもう一つの最大のデメリットは価格が高いっていうことです。先ほど紹介したミドルクラスの構成でも15万から17万円ぐらいします。日本のメーカーはね、高すぎるんですよ。バカバカしくなる値段ですよね。もうね、ここに関しては最低の評価です。ということで、機種自体は尖っててかなり面白いんですが、価格面が足を引っ張って合計得点は17点で第4位となりました。第3位はデルの XPS シリーズになります。このモデルは僕も2台所持したことがあって、1台はデルさんから公式でご提供いただいてアンバサダーとしてモニターしたこともあります。今もね、2019年モデルの9380っていうのを使っています。この XPS の何がいいかっていうと、圧倒的なデザイン性ですよね。当時初代 XPS が出た頃はこのベゼルの薄さに息を飲まれました。現在の2020年の最新モデルではさらにベゼルが薄くなって 13.3 インチ系では考えられないほど小さくて薄い PC になっています。これも極限に尖った変態 PC ですよね。さらにね、紹介した富士通や HP と違ってめちゃめちゃ頑丈で操作性も完璧なんです。重さはね 1.2kg ぐらいあるので、決して超軽量級のモデルではないんですけど、その分しっかりとアルミの高級な質感があります。キーボードも薄さの割には非常に打ちやすい構造で、タッチパッドも最高級レベルの質感と感度です。あと細かい点ですが、 PD 充電も3つのポートのどこに挿しても充電可能だったり、内部構造の配慮まで完璧です。富士通のね UH とかはね、普通に左の1ポートだけしか PD 充電できません。このね、一つ一つのパーツの完成度の高さが XPS の魅力です。メーカー直販の PC とかってね、実際に触れないから買ってみた後で質感とかキーボードとか画面とかをね見て後悔することも多いんですが、 XPS は何もかもが一切手を抜いていないモデルなので、想像以上に買った後の満足度は高いです。画面もね、非光沢なのに息を飲むほど綺麗です。性能はね、一応カスタムで色々選べるんですが、標準的なモデルだとメモリは 8GB で必要十分、 CPU スコアは1万程度と十分すぎる性能、ストレージも M.2 SSD の 256GB で爆速&必要十分な容量です。あとね、タッチパネルモデルとか 2-in-1 モデルとかも選べます。ラインナップの幅が広いです。ただね、最上位モデルの9310はオーバースペックすぎて価格がめっちゃ高いので、ミドルモデルの7390をおすすめします。僕のね、所持している9380と現行で販売している7390はデザインが全く同じです。こいつでもね、十分洗練された素晴らしい見た目だと思います。値段もね、7390なら8万から9万ぐらいで購入できるので、現実的な選択肢になると思います。XPS に興味が湧いた方はこちらを調べてみてください。扱いやすさはね、絶対にXPS シリーズがナンバーワンです。一応ね、注意事項として USB が Type-C しか搭載されていないっていうことだけは注意してください。第2位はレノボの IdeaPad Flex 550になります。この PC は14インチの 2-in-1 コンパーチブルタイプになります。今まで紹介した3機種よりは少し大きなサイズになります。重量もね 1.5kg ほどあるので持ち運びにはあんまり適していないです。で、この PC の最大の利点はスペックの高さです。まずね、 CPU は最新の Ryzen 7 4700U を積んでいるので、スコアは14000手前とバカみたいなスペックです。僕のね、自作 PC がスコア22000ぐらいなので、もう3分の2ぐらいまで来てますよね。ノート PC でこれはやばいです。そしてメモリも当然のように 16GB でデュアルチャンネル、しかも DDR4 で 3200MHz です。くっそ速い。ストレージも M.2 SSD で 512GB を積んでいるので、爆速&大容量でまず困らないでしょう。さらにね、この PC に積まれているチップセットは AMD 系の最新モノなので、 GPU 性能がね、インテル系のノートと比べてちょっと高めです。具体的な例を挙げると、なんと Apex や PUBG がギリプレイ可能なレベルです。さらにフォートナイトなんかは普通に遊べるんじゃねぐらいの動きができます。これはすごいですよね。ついにオンボードの GPU でもここまでの性能が引き出せるレベルになったんですね。感動しました。これだけのね、スペックモリモリな PC だと富士通やデルの XPS ならまあ25万ぐらいはするんじゃないかっていうレベルですが、こいつはなんと7万5000円。もう一回言います。7万5000円。レノボやっちゃったよね。
安すぎるでしょ。なんだこの価格設定はと。こんな安くていいのかと。コスパがすげえですよね。まあね、問題点としてはここまでのハイスペックなノートパソコンを必要とする人間があまりいないっていうことですよね。良くも悪くも中途半端なモデルなんです。ゲーミングまで行くわけでもないし、かといって入門機としてはあまりにもハイスペックすぎる。ちょうど中間ぐらいのパソコンですよね。仕事用とかノマド用とかちょっとした趣味用とかでめちゃくちゃ不安症なユーザーとかだったらこの PC を買っておけばまずスペック面で後悔することはゼロです。もうね、言い切ります。足りなくなることはありません。それぐらいすげえスペックです。安心感を重視したい人におすすめです。第1位はデルのインスパイロン145405になります。こいつはね、価格 .com で売り上げ1位なんで結構ね、有名なモデルです。めちゃくちゃ売れているだけあって価格とデザインと性能のバランスが最もいいです。僕のね、評価スコアもめっちゃ高水準ですよね。よく言えば悪いところがなくてバランスが取れているモデル、悪く言えば尖っている部分がなくてつまらないモデル、そんな印象を受けるノートパソコンです。でもね、この動画を見ているユーザーがそんな尖りまくった PC を探しに見に来ているわけでもないと思うので、最も安定しているこいつを1位に選びました。というかね、星の合計点でもちゃんと20点で1位になっちゃったんですけどね。まずね、デザインもめっちゃいいですよね。 XPS の極端なベゼルの細さには負けますが、一般的な PC と比べると圧倒的に細くてスタイリッシュなデザインですよね。本体の厚みも 18.4mm と結構薄いです。画面の大きさは14インチで重さも 1.4kg ほどと先ほどのアイデアパッドより少し軽いです。スペックは CPU が Ryzen 4500U でスコア1万1000程度になります。十分オーバースペック。メモリは 8GB で 3200MHz 爆速です。ストレージは M.2 SSD の 256GB で速くて必要十分な容量。今まで紹介してきた PC のいいところをかいつまんだようなパソコンですよね。これだけの十分な性能を有しているのに価格はなんと5万円を切っています。そりゃこの安さなら売り上げ1位になるわってね、当たり前の結果ですよね。だって弱点がないですからね。強いて言うならちょっと持ち運ぶのが不便かなってぐらいです。本当に何も文句がない。逆にね、普通にいい PC なのでここで言うことがないんですよね。尖っている部分もなければ劣っている部分もない。極めて安牌な選択になるでしょう。多くのユーザーがこのパソコンで大満足できると思うので普通にめっちゃおすすめです。はい、というわけで5種紹介したんですが、どれもね、特徴がバラバラで皆さんの好みに合ったものが一つは見つかったのではないでしょうか。あとね、番外編でどうしても紹介したい変なノート PC があるので、こちらも最後にご覧ください。というわけで第ハテナイデルインスパイロン153583です。得点は13点。まあ普通にね、低スペック PC なんですが、価格がね、16,500円なんですよ。アホみたいに安い PC です。一応レビューも2件上げています。これはね、デルの公式サイトでマジでこの価格で買えるんですが、 CPU スコアが2000ぐらいしかないので動画編集とかゲームとかはね、できないです。でもね、メモリと M.2 SSD は簡単に追加することができるので、自力で完走すればメモリ 16GB、M.2 SSD256GB にプラス1万円ぐらいでできるんですよね。26,000円で入手できる PC としては異次元のハイスペック PC ですよね。レビューも実際にこういった魔改造をしてベンチマークとかを測ったんですけど、爆速化されて普通に使える PC になっちゃいました。起動もね、30秒とかで終わるので全然使えます。こういうね、特殊な事情があるので扱いやすさは星1ですが、普通に尖りまくっていて面白いので紹介させていただきました。これで完全に紹介は最後になります。最後まで見てくれて本当にありがとうございます。視聴者の皆さんのね、おすすめするノート PC とかもあったらぜひコメントにて紹介してくれると嬉しいです。一番この動画を見ている人の参考になると思うので、ぜひご協力をお願いいたします。あとね、今回紹介したノート PC は全て概要欄に詳細を掲載したので、デメリットとかの注意事項もしっかり確認してから検討するようにしてください。それでは良き PC ライフを。またお会いしましょう。バイバーイ。